実はこう見えて結構人に騙されやすいんですよ。最初に騙されたのいつかなってこう考えた時に、やっぱ最初にこう思い浮かぶのは、小学校の時に、たまごっちブームってあったじゃないですか。なかなか入手できないみたいな時があって、で、爆発的に人気で、で、その時、町の夏祭りがあって、で、敵屋が出てたんですよね。で、そこで一番くじみたいな、そのくじ引きの、屋台が出てて、で、1番から100番までのくじを引いて、7番が出たら、電子ゲームプレゼントって出てたんです。で、その屋台には、たまごっちがこうディスプレイにこうずらーっと飾られてて、7番が出たら電子ゲームプレゼントって書いてあって、で、うわ、たまごっちだ欲しいと思って、で、なんかくじね、1回引くと300円なんだけど、4回引くと1000円みたいな、そういうシステムで、じゃあ4回引こうってこう1000円で、なんか引いたんですよ。で、全然違う、お菓子だ。全然外れだと思って、なんか3枚目ぐらいに引いたのが、パッてやった、7番だったんですよ。やったたまごっちだっつって、で、わーっと喜んでその7番のくじをおじさんに見せたら、おじさんがニコニコ顔で、おめでとう電子ゲームプレゼントだよって言って、ギャオッピっていう偽物のたまごっちをこう渡されたんですよ。なんでここに、電子ゲームプレゼントって書いてあるじゃん。で、たまごっちもディスプレイで飾られてるじゃんみたいな。でもなぜかもらったのはギャオッピっていうの中国製の偽物のなんか恐竜を育てる育成ゲームで、もう完全に騙されたんですよ。じゃあたまごっちのディスプレイは何なんだよみたいなね。まあ確かにこれも電子ゲームだけどよみたいな。でさ、子供だからさ、やっぱその怖そうな見た目をしたおじさんにさ、違うじゃねえかよって言えないしみたいな。もう、ぐーってこう我慢するしかなかったっていうね。もうその小学校の時に汚い大人に騙されてますから。うん。でね、そのギャオッピね。まあ、たまごっちではないけど、一応育成ゲームができる携帯のおもちゃじゃないですか。だからね、子供だったしね、それはそれで楽しめるかなと思ったら、そのギャオッピって初期ロットには重大な不具合があって、どんなに頑張って世話をして育ててご飯とかあげても3日経ったら必ず死ぬっていうね、とんでもないバグがあって、で、それもらったギャオッピは初期ロットのギャオッピだったんですよ。だからどんだけ育てても、お墓になるっていうね、もうだから、7番のくじを引いて当たったのにゴミを渡されたんですね。うん。産業廃棄物を渡されて、で、途方に暮れましたね。うん。でもね、今でもやっぱりね、屋台にこうくじ引きとかがあると、入ってないのは分かってるんだけど、ちょっと引いてみたくなっちゃったりとか、あと、中野ブロードウェイとかにある、なんていうのかな、こう、クレーンで、こう、ロッカーの鍵みたいなのをこう取ったら、中に入ってる PS5 とか、ニンテンドースイッチがもらえるよみたいな、ああいうのも、これ取れんじゃないかなと思って結構500円とかお金使っちゃうタイプなんですよ。で、あれってよく調べたらなんか確率機っていうものらしくて、うまい下手とか関係なしに、10万分の1とかの確率に当たらないと、アームがこう強くガッチャンってしまって、鍵をこう取れないんだって。だからその確率に当たるまでは、延々に、こう、アームがこうね、すくってもこう開いてしまうっていうのを、こう、アームが弱いなみたいなね、そういう感じで、絶対取れない UFO キャッチャーらしいんですよね。そういう世の中の仕組みみたいなのがわからないから、これ、鍵取れんじゃないかってこうお金突っ込んじゃったりとかするんですよ。うん。だからなんか、あと宝くじとかも全然10年ぐらいお金使ってても一切当たらなくても、いつか当たんじゃねえかと思ってこうやっちゃったりとか。だからね、割とこう騙されやすいというか、そうですね。そういうなんか物に釣られてとかお金に釣られて、もう大損をするタイプなんですよ。あとね、昔はそのゲイアプリとかでも、なんか不鮮明な写真というか、まあ、あんまりこう解像度が高くないみたいな写真でこう、イケメンっぽいみたいな人と、リアルする、まあそれも20年ぐらい前の話ですけど、リアルしたことがあって、立川駅で待ち合わせだったんですよ。なんで立川まで行かなきゃいけないんだろうと思ったんですけど、遠いなと思いながらこう立川まで中央線に乗って行って、で、その待ち合わせ場所の店の目の前になんか男の人が立ってるんですよ。で、こう近寄っても、まさかこの人じゃないよなみたいな。そしたら向こうがこっちに気づいて、みたいなこと言ってきて、はぁみたいな。
このアプリに乗っかってるちょっと不鮮明な写真と似ても似つかねえじゃねえかおめえみたいな、もうそういうのが出てきて、違う生き物みたいなのがこう待ち合わせ場所にいて、でなんかさ、まあもちろん全然無理だったからちょっとなんかお茶してすぐ帰ったんですけど、後日その不鮮明な写真の映像を友達にこう見せたら、いやいやこんな不鮮明でこれはもう絶対地雷でしょみたいな、友達はもう分かってたんですよ。でもなんか自分はそのなんていうのかな、その加工というか不鮮明な写真みたいなのが全然分からなくて、なんか雰囲気イケメンっぽいなっていうので会っちゃった時があって、もうそれきっかけでもう必ず写真はすごい鮮明な写真を3枚こう見るようにしたし、もう目が肥えたというかね、もうこれは加工の写真だなとかすぐ分かるようになったんですけど、で自分でもね、もう今この年になってリアルしてもう写真と全然違うみたいな人がこう現れるっていうことはもう経験することないだろうなって思ってたんですよ。ところが2年ぐらい前にインスタでつながったゲイの人とご飯に行くことになったんです。元はゲイアプリで知り合ったんですけど、で自分ね、そういう立川の件とかがあっていろんな教訓があったから、もう最近リアルする人っていうのはまずアプリで鮮明な写真はもちろんなんだけど、それプラス SNS をこう見るというか、もうそのゲイアプリに乗っかってる写真だけじゃなくて、例えばインスタとかこうつながれば他のたくさんの写真が見れるじゃないですか。でそこでさらにその人とのつながりとかも見れるから、この界隈の人なのかとかそういうの分かるじゃないですか。だから他の写真も見れて、だいたいどこの界隈なんだとかいうのが分かって、もうその状態でしか人とリアルとかしなかったから、まず地雷に当たるっていうことがこの10年15年ぐらい一切なかったんですよ。だいたいイメージ通りの人と会ってきたので。なのにその2年前にそれは恐ろしい夜じゃった。中野駅だったんじゃけどなその中野駅の北口の改札をバッと出たら、その人が突っ立ってたんだけど、インスタとは似ても似つかない人が立っていて、まさかみたいな。でもうしょうがないから一応ご飯は食べに行くじゃないですか。でこうカウンターだけのお店だったんですけど、そこでこう横顔をこう見ながら、これ同一人物かって思ってこう見てたんですけど、気づいたんですよ。そのね、一瞬のこのほんとわずかな角度からだけイケメンなんですよ。後の角度は全部オカメみたいな、なんかでインスタのその人が上げてる100枚ぐらいの他の写真とかを見たら、全部その角度から撮ってる写真だったんですよ。だから多分本人もそれを分かっていて、その盛れる角度っていうのを分かってるから、その角度からしか写真を撮らないみたいな。で後でこうよーく見たら、インスタもゲイアプリも全部その角度でしか撮ってなかったからイケメンだったんですよ。でも後の角度全部ダメなんですでそのインスタも写真しか載せてなくて、ストーリーも上げてなくて、動画も一本もなかったんですよ。なぜかというと動画だとバレてしまうからだと思うんですよ。で、15年ぶりぐらいにこの実物と写真と違うという人を久しぶりに引いたと思って、ちょっと衝撃だったんですよね、それが。だからもうこれからは違う角度でこう映って、さらに動画とかも上げてる人としか会わないようにしようかなって思ったぐらい、全然インスタの写真と違う人だったんですよ。でもその一瞬のこの角度だけイケメンみたいな、あとオカメみたいなこの年になってまだこういう失敗するかってちょっと思いましたね。お前写真と全然違うじゃねえかよって言えなかったんで、一応ご飯だけ食べて帰りましたけど、こんな感じでね、その物に釣られて騙されるとか、こう人に釣られて騙されるなんてことは、昔に比べたら少なくなってきてはいるんですけど、あとね、ちょっと騙されるとはまた違うんですけど、これもね、さっきのたまごっちの話じゃないんだけど、小学生の時に初めて路線バスに乗ったんすよ。西武バスに乗って、
で、バスってちょっと乗り方難しいじゃないですか。前から乗るのかなとか、後ろから乗るのかなとか、券を取って後でお金払うのかなとか、先にお金払うのかなとか、全然わかんなくて子供だし。でも、早く乗ってお金払わないと後ろが並んでるから、詰まっちゃうじゃないですか。だから子供心に超緊張してて、でさ、西武バスが来て、で、それ前から乗るやつだったんですよ。で、前から乗って、IC なんてさ、IC カードなんかない時代だからみんなお金払ってますよね。で、自分の番になって、そしたら、なんか、500円玉しかなかったんですよ。その時。子供だからね、今だったら大人だから、現金で乗るとしたら、100円玉崩して、ね、待っとけよって話なんですけど、小学校2、3年だったからね、500円玉しか、持ってなくて、でさ、どうしようってなった時にさ、運転手さんにさ、500円なんですけどって言ったら、その西武バスの運転手が、入れてっていうの。で、入れてって言うから、ほら、ベルトコンベヤーみたいになってるところにさ、500円ポンって入れたら、その西武バスの運転手が、そこじゃないよって言って、で、ってビクッとして、子供だからね。で、ってなって、で、自分の中でそのベルトコンベヤーの中に500円玉を入れたら、当時子供料金が100円とかだったから400円がこのお釣りのところに出てくるのかなと思ったら、違って、その500円玉は、そのベルトコンベヤーの下の両替ってところに500円玉を入れないとダメで、そこで100円玉に崩してその100円玉をベルトコンベヤーに入れなきゃいけないっていうシステムだったんですけど、もう当時インターネットもなければそんなのテレビで教えてくれないから、小学校2、3年の子供には分かんなかったんですよ。なのに、その500円玉をベルトコンベヤーに入れちゃって、それ流れてっちゃったから、その西武バスの運転手が、もう流れたからダメだよって言って、500円払う羽目になったんですよ。返してもくれなくて。だから100円とかだと思うんですよ、子供料金が。なのに500円取られちゃって、もうめっちゃ、その時の西武バスの運転手、ほんと不親切で、で、それきっかけでもう路線バスってものがもう決定的に大嫌いになっちゃって、そっからもう30年近く経ってますけど、もう未だに路線バスなんてもう乗らないというか、もうこの30年の間で多分5回も乗ってないんじゃないかな。もうバス大嫌いになっちゃって、それで。今考えても、子供がその間違いしたら運転手がなんかさ、100円玉でさ、ベルトコンベヤーに500円玉が流れても出すんじゃねえのとか思うけど、やっぱ当時の時代っていうのもあるのかわかんないけど、とにかく不親切でして、西武バスは。でも子供時代のそれトラウマですよね。だからそれもある意味騙されたみたいなもんじゃないですか。入れてって言うから入れたらそこじゃないよって言われてね。だから自分が子供の頃の大人たちっていうのは、もうみんな不親切だったんですよね。なんかその敵屋のおじさんもそうだし、西武バスの運転手もそうだし、もうね、騙されるのも、勉強代みたいな感じの時代だったんで、でもこの間、知り合いのね、家にゴキブリが出て、で、害虫駆除業者を呼んだんだって、家に。で、その害虫駆除業者が来るじゃないですか。そしたらなんかその業者の人が、専門的なね、本格的な駆除と簡易的な駆除どちらか選んでくださいって言われて、そのなんか専門的なやつはもう本当に二度とゴキブリが出ないように、その業者で作った業務用のなんか殺虫剤みたいなのを使ってもう駆除しますみたいなやつだったんだけど、それはね、30万かかるって言われたんだって。で、その簡易的なやつは3万円って言われて、で、そんな30万円も出せないから、じゃあ簡易的なやつでって言ったら、バルさんに水を入れて煙出して、そのままバイバイって帰っていったんだって。それで3万円取られたって言ってて、いや、絶対それ悪徳商法じゃんと思って、でもなんか請求書を見たら、人件費とか、車代とかいろいろ書かれてて、そんなさ、バルサン炊いただけでさ、害虫駆除になるんだったらさ、バルサン自分で買ってきて自分で炊くわって話じゃん。なんでそんなもんに3万も払わなきゃいけないんだよみたいな。もう世の中すべてね、詐欺だらけですよ。だもしかしたらこの YouTube チャンネルもね、詐欺かもしれませんよ、皆さん。ゲイじゃないかもしれませんよ。俺、のんけかもしれないよ。ゲイをカモにして広告費稼いでるだけかもしれないぜ。ゲイのお見合いパーティーに参加した話とか全部
妄想かもしれないぜ。まあどうしてね、今日この動画を撮ったのかと言いますとですね、ちょっと皆さんの騙されたエピソードみたいなの面白いかなと思って、この動画のコメントとかでいいんで、ちょっと書いていただきたいなっていう皆さんの騙されエピソードを、なんかそれまとめて一本動画上げたら面白くなりそうかなと思って、ぜひね、まあ芸に関連することでもいいですし、他のことでもいいんですけど、あなたの人生の中で一番なんかちょっと笑い話に なるようなものでもいいし、真面目なものでも何でもいいので、騙されたエピソードをちょっと投稿していただけたらなと思っております。ということで、よろしくお願いします。皆さん。